はい、皆さんこんにちは、ケイズです。はい、皆さん、マツダのクリーンディーゼル、あるいはその他のクリーンディーゼルも、ディーゼルって壊れなく、長く、高性能のまま長く乗れるなんて大間違いですからね。昔のディーゼルは確かに、20万キロ、30万キロ、乗用車にしてもですよ、トラックなんかは50万キロ、100万キロ、ディーゼルは当たり前の時代だったじゃないですか。けど、クリーンディーゼルは違うんですよ。クリーンディーゼルは何が一番違うかって言ったら、ノックスを減らすために多量の EGR を使う。それもクールド EGR を使う。そこでまずススが多量に発生する。確かにノックスは減らせたんですけど、ススが大量につく。そしてもう一つは DPF でさらにススを回収するんですけど、ここにエンジンオイルが蒸発したエンジンオイルの添加剤、やっぱり今のオイルって高性能な分添加剤も多いんですよね。そのオイルの添加剤の金属成分がこれが燃えずに DPF の中に溜まってオイルアッシュっていう燃えない無機化合物になって溜まっていく。これはね DPF 再生でも燃えないんですよね。けど結局これで DPF のキャタリストフィルターが詰まると性能が大きく落ちてくる。だから、トラックなんかも分解して清掃で、マツダなんかは、分解ができない。だから問題になるんですよね。でこういうところを解説していきます。ですから今のクリーンディーゼルってトラックでもマツダとかの乗用タイプでも昔のように長く乗れる、低燃費のまま長く乗れるっていう、もうそういう時代じゃないんですね。逆に言うとクリーンディーゼルってちゃんと整備すればすごく長く10万キロでも20万キロでもすごくいい状態で乗れるんですよ。で今回はその乗れるバイブルっていうのを、大きく分けて5項目、それをね、一つずつ動画にまとめて解説します。最後に6番目の動画はこの1から5をまとめて総合版を作ります。そして1のカーボン除去事例の回復度合いをまずご紹介しますね。兵庫にあるリチャージさんが今ディーゼルの吸気系のカーボン除去サービスをやってます。実際にね、ここで5チャンネルさんがやってみて、それを実際にシャシーダイナモで実際どのぐらいパワーが回復するかをやってみました。ディーゼルの場合ってガソリンエンジンよりももう何十倍もカーボンが吸気系についちゃうので、ディーゼルの場合は吸気系、インマニとかのね掃除の方が有効なんですね。はい、そしてね、これは実際に手作業と超音波洗浄機できれいにカーボンを除去された部品たちです。これを組み付けてカーボンの洗浄前とカーボン洗浄後、それぞれをね、リチャージさんでお持ちのシャシーダイナモでエンジン性能の変化を数値で測定しました。この5チャンネルさんの CX5、これ2012年式の約10万キロ走った 2.2 リットルディーゼルターボなんですけど、こちらのね、吸気系のカーボン落とし前後の馬力を実際にシャシーダイナモで測ってみます。黒い線がカーボン落とし前の測定値で、赤および緑の馬力およびトリック曲線が洗浄後のパワー曲線です。実際はね、大事なのはここの実用領域ですよね。特に加速するところ2000から3000の実用領域、これめちゃくちゃここね、それまでは多分詰まってるので、このようにめちゃくちゃ落っこちて、これがめちゃくちゃ回復するの分かります？これ、回復度合いって30馬力アップ 27% もこれアップしてるんですよね。トルクも同じようにこの実用領域、加速領域でこういう風にアップします。ですから実際はこの詰まったままの状態でしたらぐーんと踏んでもやっぱりここまでよねという印象で終わっちゃうんですけど、洗浄すると、どこまでもね、まだまだ走れるぞっていう感じで、もうどこまでも回っていくところまで回復します。はい、そしてね、今回はナンバー1、吸気系カーボンの除去。やっぱりね、吸気系と排気系があって、今回は吸気系のカーボン除去でどのぐらい性能が回復するか、これ実際にシャシーダイナモで測って検証もしてるんですよ。これをね、詳しく説明します。
ディーゼルを長く高性能のまま長く維持、あるいはね、定期的に新車に性能を戻すリフレッシュには、次に述べる5つの要因があります。ナンバー1、吸気系カーボン除去。これが今日の本編になるんですけど、ナンバー2、排気系 DPF の堆積除去。これには2つあって、一般のススの再生燃焼と DPF のオイルアッシュ除去。一般のススの再生燃焼は実はね、ノーマルの機能も実はできてるんですよね。ですからこれはそんなに気にすることないんですけど、気にしなきゃいけないのはオイルアッシュが DPF に溜まり続けるんですけど、これは燃焼できない無機物のために除去は非常に大掛かりになります。で、ナンバー3、蒸発量の少ないオイル。これはね、DPF に溜まり続けるオイルアッシュの原因。ね、このオイルの中に含まれる金属添加剤がオイルアッシュに変わっていくんですね。で、ナンバー4、寒冷地仕様の軽油。これね、カーボンが多く溜まる可能性があるんですね。で、ナンバー5、インジェクターに溜まるカーボンの除去。これをね、説明するんですが、今回はナンバー1、吸気系カーボン除去の実績を踏まえながら説明したいと思います。兵庫にあるリチャージさんが今、ディーゼルの吸気系のカーボン除去サービスをやってます。実際にね、ここで5チャンネルさんがやってみて、それを実際にシャシーダイナモで実際どのぐらいパワーが回復するかをやってみました。ディーゼルの場合ってガソリンエンジンよりももう何十倍もカーボンが吸気系についちゃうので、ディーゼルの場合は吸気系、インマニとかのね、掃除の方が有効なんですね。はい、そしてね、これは実際に手作業と超音波洗浄機できれいにカーボンを除去された部品たちです。これを組み付けてカーボンの洗浄前とカーボン洗浄後、それぞれをね、リチャージさんでお持ちのシャシーダイナモでエンジン性能の変化を数値で測定しました。この5チャンネルさんの CX5、これ2012年式の約10万キロ走った 2.2 リットルディーゼルターボなんですけど、こちらのね、吸気系のカーボン落とし前後の馬力を実際にシャシーダイナモで測ってみます。黒い線がカーボン落とし前の測定値で、赤および緑の馬力およびトルク曲線が洗浄後のパワー曲線ですね。実際はね、大事なのはここの実用領域ですよね。2000、特に加速するところ、2000から3000の実用領域、これめちゃくちゃここね、それまでは多分詰まってるので、このようにめちゃくちゃ落っこちて、これがめちゃくちゃ回復するの分かります？これ、ね、回復度合いって30馬力アップ、27% もこれアップしてるんですよね。トルクも同じようにこの実用領域、加速領域でこういう風にアップします。ですから実際はこの詰まったままの状態でしたら、ぐーんと踏んでもやっぱりここまでよねという印象で終わっちゃうんですけど、洗浄すると、どこまでもね、まだまだ走れるぞっていう感じで、もうどこまでも回っていくところまで回復します。ただし、この10年ものの CX5 初期型 KE をよくご存知の方なら気がついたと思いますけど、カタログデータって175馬力なんですよね。なんだ、カーボンを落としても、141馬力までしか回復しないのね。まだ30馬力以上は回復しないのねと思うじゃないですか。これね、そうじゃないんですよね。これDPF 再生がどこまで溜まってるかどうかなんですよ。それさえもう一度再生してあげれば、これまたちゃんとカタログデータに戻るんですよね。そして実際に DPF 再生したらどのぐらい馬力が戻るか、これもね、同じく10年ものの 13.5 万キロ走ったマツダアテンザでこれ実証してみますね。実際がここからリチャージさんのシャーシダイナモで測定を始めるエンジニアたちの姿です。
店長、これがさっきのグラフですか？そうです。こっちが DPF がもう満タンになってた状態。ビフォー。10% ぐらい。はいはい。こっちは今走ってきて再生後で、ほとんど DPF が空になった状態、焼いてきた状態です。で、赤が馬力、緑がトルクのグラフです。赤はこの3000回転ぐらいでドーンと落ち込んでから上がっていくという感じになってますけど、こっち側ですね、DPF 空になった方は3000回転が盛り上がってすごく気持ちよく走るようになります。めちゃくちゃ、だってまず低速からトルクがすごい盛り上がってるし、落ち込みの谷がないですよね。これめちゃくちゃ変わりますね。乗っててもうね、全然感覚が違います。これはすごい違いだ。これここまで綺麗にグラフ化してみんなこれ知ったらやっぱり DPF 再生って重要だっていうのがよくわかりますよね。で、ススってやっぱりそういう意味でつまらないようにするのが大事ですよね。これはすごいや。シャシーダイナモを使ってリチャージさんのアテンザ2012年式、これほぼ10年前で走行キロも 13.5 万キロかなり走ってるものなんですね。これが DPF が詰まってる状態 90.1% のもので、シャシーダイナモで馬力とトルクを測定しました。このようにね、ちょっとよく常用回転に使うこの特にね、踏み込んだ時の3000回転、これ落ち込み激しいですよね。馬力トルクとも落ち込みが激しいです。はい、そしてね、最高出力が 171.9 馬力で、最高トルクも 33.2kg/mですね。ニュートンではこれも 9.8 倍したものになります。はい、そしてこれがね DPF を再生した後ですね。で、このようにさっきの落ち込みのバルクもトリクも、回復いたしました。で、2つを並べてみると、左側が DPF が詰まっている状態、右側が再生後ですね。このように詰まっている状態では本当に中盤のトルクおよび馬力の落ち込みが激しいんですけども、再生後はどこまでも加速をしている感じですね。で、これをね、もうちょっと分かりやすいように、まずはね、このようにまず詰まっている状態、このグラフを黒く色を変えて DPF のね、この再生後にこのように重ねてみました。こういう風にするとね、よく差が分かりますよね。で、これをもう少しね、再生後を拡大して説明いたします。これが再生後の黒い方が DPF が詰まっている状態、赤い方がDPF 再生後の馬力、そして緑がトルクですね。もう一目瞭然で、詰まっている状態ではこの3000回転近辺のトルクおよび馬力の落ち込みが激しいんですよね。再生すると綺麗にこういう風に盛り上がってきます。数字で言いますと、この馬力の方も171.9 馬力から183馬力に回復してきました。トルクも 33.2kg/m から 37.1kg/m に回復してきました。これグラフを見てもね、非常にこのね、フラットで右上がりで上がっていく形の馬力も非常に良くなってみますね。そしてやっぱりこの一番使うところってこの辺なんですよね。で、ここをね、例えば馬力だけ見るとこのように50馬力アップ、約 1.5 倍になっちゃうんですよね。で、トルクにしても 11kg/m アップ、45% アップ。もうめちゃくちゃ、要するに常用回転のところがものすごく回復する。で、ものすごく使いやすくする。馬力だって 50% アップってこれすごいと思いませんか？そして皆さんね、ちょっと気づかれたと思いますよね。実はこのね、最高出力 183.3 馬力ね、ここにね、最高出力も 183.3 馬力なんですけど、このアテンザ2012年式のディーゼルのエンジンって実はカタログデータって175馬力なんですよね。ということは10年経っても 13.5 万キロ走ってもこれカタログ数値を超えてるっていうことなんですよね。実はね、これはね、ちょっと種明かしがあって、EGR 制限プレートっていうのが8万キロ時に装着して、それ以降あまりEGR のね、ススがつかないような工夫をしている車なんですよね。このように非常にね、馬力アップがしているっていうことになります。これすごいと思いませんか？ですから
DPF の再生ってめちゃくちゃ大事なんですよね。ディーゼルって壊れなく長く乗れるなんて大間違いですからね。でもね、ちゃんとメンテナンスをある適正な周期でやってあげれば、背中をぐーっと押されるすごく気持ちいい加速って十分維持できるんですよね。はい、それをまとめたものがこの一覧表です。吸気系カーボン除去でしたら、平穏値の方でしたら10万キロ。けどね、寒冷地の軽油を多く使う期間が長い方、7万キロぐらいでやった方がいいんですよね。そういう見方であります。これ実はディーゼルバイブルナンバー4で説明するんですけど、寒冷地用軽油ってススが溜まりやすいんですね。その影響でこのディーゼルのメンテナンス周期を早くしなきゃいけないんですね。これはまたバイブル4で説明いたします。ですからね、そういう意味では寒冷地の軽油を使う期間の長い方、これはあくまでもこの右側を見ていただければいいかな。寒冷地軽油が少ない方、平温値っていうところを見ていただければいいかなっていうふうに思ってます。そしてこのマップセンサーもやっぱりね、ダイヤフラム奥にね、爪楊枝でつついて掃除するだけだとどんどんダイヤフラムの膜も傷んできますので、もうこれは交換した方がいいんですよね。で、それ以外にも排気の DPF のカーボン除去とかいろいろ説明しますが、それはこのディーゼルのバイブルシリーズの中でそれぞれの項目で詳しく説明します。ですから皆さんね、そちらの方も見てください。そしてこういう風な表を出した時に、皆さん10万キロとか7万キロとか僕やらなきゃいけないの？いや、そんなのいいよ、ちゃんと走ってるって思ってるあなた、そういう方こういう反論するんですよ。最初に30馬力出た回復した事例出たけど、それそれ一例でしょ。そんなに出るのという方、そういう方はねしなくていいんですよ。そんなに今乗ってる車の性能ダウンに気づいてない方、そのままでも結構ですけどね、やっぱりちゃんと皆さんね、新車の頃の加速感ってもう忘れちゃってるだけなんですよね。だって皆さんちょっと言っちゃいますよ。皆さんあなた DPF 再生何百キロからに1回やるじゃないですか。その時あなた DPF 再生で50馬力も自分の車がパワーアップしてるの気づいてますか？気づいてないでしょ。そういう方はね、いやしなくていいんです。そのままの状態で使ってください。けどDPF 再生だってあれだけで50馬力アップしてるんですよ。ですからマツダ車って10万キロ走ったぐらいで、あるいはね、寒冷地仕様の軽油を使っている方は7万キロぐらいの整備が必要かもしれませんが、吸気系のカーボンさえ取ってやれば本当に新車の状態に戻ってくれるんですよね。はい、ススをね取れば馬力がかなり回復するっていう風には分かったんですけど、じゃあなんでススが発生するか、これをねちょっと長くなるんですが、マツダの代表的なディーゼル 22D の給排気の系統図を使いながら復習してみたいと思います。それと合わせてリチャージさん、ヒデポンさん率いるリチャージさんっていうのはそれだけではなくて、こういうふうないかにそのススの発生自体を抑えようっていう試みを今いろいろやってます。例えば EGR 制限プレートとかサイクロンアストとかいろいろやってますので、合わせて説明します。ディーゼルエンジンのまず燃焼っていうのはこれに代表されるんですけど、燃焼温度が高くなるのと低くなる、それぞれに高くなればススは少なくなるんですけど、その分窒素が高い温度だと通常は安定化してるんですけど、温度が高くなればなるほど酸素とくっつきやすくなって NOx という有害ガスになっていくんですね。ですから、燃焼温度を高くしたらススは減るんですけど NOx は増えるという相反する条件っていうのを満たしながらいい領域っていうのを燃焼を続けなきゃいけないんですけど、それ以外にもいろいろこのススの発生っていろいろあるんですよね。例えばまず圧縮比、低圧縮になるとススが増えて高圧縮になるとススは減る。マツダのディーゼルって低圧縮でガソリンエンジンのように回りやすく、かつディーゼルはもともとトルクがあるので本当にガソリンエンジンのようによく回って、かつトルクももともとあるっていうところからマツダのディーゼルは素晴らしいってあるんですけど、もともとが圧縮比14近辺の
低圧縮なんで、もともとはススが多い、PM が増えるっていう、もともとの素性を持ってるエンジンなんですよね。で、その時に、後で説明する EGR っていう排ガスをもう一回吸気の新規の中に取り込んであげて、燃焼温度を低くすると、さらに、PM が増えて NOx は減るんですよね。この NOx を減らすために EGR っていうのを増やすんですけどどうしてもさらにまた PM が増えてしまう。逆に EGR を減らして燃焼温度を上げると PM は減っていきます。NOx は増えてしまうんですよね。あるいはトルクを増やすために燃焼を濃くすればススが増えるっていうのは皆さんなんとなく感覚的に分かると思うんですけど、 EGR を増やすとそうですね、食べるご飯でも栄養がないこんにゃくのご飯を混ぜると燃費良くなるじゃないですか。それと同じように一回燃焼してしまったその燃焼ガスっていうのを新規の中に増やしてもう一回燃やすと、これ燃費って実は良くなるんですよね。ただやっぱり実際トルクが必要な時には逆に EGR ガスってそのトルクを出すためには邪魔なので、じゃあ何でもかんでも EGR を増やしていけばいいかっていうとそうではないんですよ。ですからディーゼルエンジンの燃焼って結構どっちを取るかでいろいろ燃焼の条件って変わってくるんですね。それによって PM のススの発生状況って変わってくるんですよ。で、これが実はですね、先ほど今まで説明したのはマツダの代表的なこれですね、スカイアクティブ 2.2 リッターディーゼルターボ、これなんですけど、実はこれから後から出た、要はマツダも実はそれは分かってて、後から出たタイプって実は燃焼系統が大きく改善されてるんですよね。スカイアクティブ 1.5 ディーゼルターボ、あるいはスカイアクティブ 1.8D、18D、こういうものは実は先ほどのスカイアクティブ2.2 リッターディーゼルターボっていうのは先ほど排ガス、燃焼ガスを温度を下げるために燃焼終わったもう燃えないはずのガスをもう一回リサイクルして、これが EGR ですね。EGR ですね。で、このガスをもう一回取り込んでやるんですが、ここから取ってるんですよね。要するにエキゾーストのすぐ後、排気のすぐ後から取ってるんですけど、これでしたらやっぱこのガスの中にパーティクル、ススが含まれるじゃないですか。もっと後に発売された 15D とか 18D っていうのは実はほらこれ見てくださいね。このように燃焼の排気ガスはタービンを通った後に DOC で酸化処理されて無害化されて、その後ここで DPF、 ここでススを取られてから冷やすんですね。だからヒスを取られてますから、もうここで冷やしてからでもススは減ってるんですよ。このススが減ってる燃焼ガス、ススを補修した後の燃焼ガスをもう一回ここで入れ込んでるんですよね。じゃあ全部この 15D のこのタイプにすればいいじゃないけどね、世の中そうはうまくはいかないんですよ。この EGR、 これ遠回りはしてるじゃないですか。確かにススは取られてその燃焼ガスを再投入はしてるんですけど、これ遠回りしてるんですね。ですからバットアクセルを踏まれて大排気量でバット欲しい時にこういう EGR も増やしたいんですけど、遠回りをしてるとレスポンスが悪いんですね。ですからここのバイパスバルブ、これね HP、 これハイプレッシャーの意味なんですよ。ハイプレッシャー EGR で、実はねこっちねロープレッシャー EGR で低圧 EGR って言われてるんですけど、あちこち通ってますから圧力も低いんでここにたくさん入っていかないんですね。ですからバンとアクセル振られた時にはこちらの短いハイプレッシャー EGR、 こちらを開いてここで通ってるんですよ。ですから何が何でもこういう風にフィルターを通した後これ戻せばいいじゃんっていうのは実はアクセルレスポンスが追いつかないんで足らないっていうことにもなりかねないんで、こういう風なハイプレッシャー EGR バイパスバルブがあって、これが結構多様化されているんですね。そしてよくミンカラブログとかに EGR 制限プレートを15D とか 18D に取り付けてあんまりカーボンが変わらないっていう書き込みよく見るんですけど、15D の EGR クーラーの後ろにつけてもさっき言ったようにここはもうロープレッシャーですからあんまり効果がもうないんですよね。ですから見よう見まねでつけても 15218D は効果が薄いので、それはねプログラムで対応するよう今リチャージさんが開発中です。
このように後出しの 15D、18D も大きくススに対してね、排気系統変更されましたが、今度発売される CX60 の排気系統はどうなるのか、全貌まだ明らかになってませんが、これがね、明らかになり次第、また皆さんにはご報告します。チャンネル登録してお待ちください。はい、そしてまた、マツダの代表的なスカイアクティブ 22D の方に、こちらに戻して、ちょっと拡大しますよ。で、こういう風にインタークーラーで冷やされた外気がこういう風に吸気ポートから入って、ここで圧縮されて燃料噴射されて、爆発して出ていくよ。こういう形になるんです。で、その時にこの燃焼温度を下げるために EGR、これですね、排ガスの一部をもう一回飲み込んで、爆発させると燃焼温度が下がる。燃焼温度が下がるとノックスが減るけどね、ススは増えちゃうんですよね。で、これをもっと分かりやすくイメージで書くとこうなります。はい。こんな感じなんですよね。EGR の種類にも、さっき言ったように、クールド EGR、冷やして、さらに冷やした方が、ね、冷やした未燃焼ガスを入れた方がノックスは減るので、やっぱり冷やしてるんですよ。けど、冷やすとですね、ススが出てくるんです。ススが出てくるっていうのはちょっと誤解しないでほしいんですけど、実はススはここからでも出てるんですけど、ここで出てるっていうのは、ススが気化したものがまたススになってくるっていうんではなくて、実はこの燃焼ガスに含まれるわずかなエンジンオイルとかの燃えた残りのオイルのスカムとか、あるいは軽油に含まれるスカムのオイル分ですよね。オイル分が冷やされる、ここまでは熱いんですよ。この紫が濃いの、これ熱いっていうね、排ガスが熱いっていうのを表現してるんですけど、この熱い排ガスが冷やされると、その排ガスに含まれた、例えば高温では気化してるエンジンオイルのカスとか、軽油に含まれる油分のカスとかが冷やされると、ここでまたオイルに戻ってくるんですよね。で、オイルに戻って、オイルに戻ったその分子がススにくっついて、このベタベタという風なウェットなススになるんです。これね、実はね、ドライだと実は問題ないんです。そのまま流れて、またこの中でススとして燃えてくれるんですけど、ウェットなそのまとわりついたススが実は問題で、ウェットでまとわりつきますから、こういう風にクールド EGR バルブとかでこの配管の中に突き出したものにどんどんまとわりついて、こういうところにくっついていくんですよね。で、さらにここからここに冷えた外気とここでもぶつかりますから、さらにここでももっと冷えてオイル分が析出しやすいですから、こういう合流のところとかにウェットなススっていうのがこういうところにたくさんつくんですね。このクールド EGR の手前にもこういう周りにべったりくっついちゃって、どんどん閉縮するっていう形になります。で、またこういう風なね、吸気に紛れて、このススっていうのが、ウェットの吸気がやっぱりね、この冷たい冷やされた吸気バルブ、こういうところに当たると、このバルブの傘の裏、こういうところにたくさんススが堆積するっていう形になるんですよね。で、初期のマツダの 22D でクレームになったのは、こういうところにたくさんススがついて、堆積したカーボンがバルブシートに噛み込んで、圧縮不良になってエンジンが止まっちゃったとか、そういうことになるんですね。ですから、この分かれてノックスを下げるためにできるだけ冷たい EGR を還流させたいんですけど、実はホット EGR っていうのもあるんですよ。ホット EGR はこれだけでは足りない、あるいはレスポンスが引いてもっとガンガン EGR が欲しいよっていう時には、こっちのだけじゃなくてホットな場合もあるんですね。それ以外にもエンジンが暖気終了していない間はホット EGR を入れて、積極的にね、燃焼を安定させるときにもホット EGR は使われます。そしてこの暖気中にホット EGR を使って、吸気の温度を上げるっていうのは説明しましたけど、もっと積極的に吸気温を上げるっていうのを使ってるんですね。それが暖気の時に使われている DAWS っていうシステムです。これディーゼルアクセレーティッドウォームアップシステム、要するに早く暖気をして燃焼温度を安定させましょうよっていうんですけど、じゃあ具体的に何してるかって言ったら、はい、このね、排気側の可変タイミングバルブを使ったこの矢印に示す IDEVA バルブ、このインテークストローク EGR using W Exhaust Valve Acceleration System、 長い名前ですよね。これなんですけど、これは実はバルブタイミングを可変にして内部 EGR 化するんですね。
ホット EGR とかクールド EGR っていうのは外部 EGR なんですけど、この内部 EGR、これ何するかっていうと、可変バルブを使って、オーバーラップを多くして、要するに排気と吸気をもう混合しちゃう。ね、外回りをしないで、もうシリンダーの中で混ぜちゃう。まあ、わかりやすく言えば、2ストロークの逆流版って言えば分かりやすいですかね。まあこういうふうに排気と、吸気をバルブタイミングを遅閉じにしてですね、混ぜ合って、もうすぐに熱い排気を新規に混ぜちゃって、暖気してる間は安定した燃焼を導くっていうんですね。そしてホット EGR の方なんですが、実はこっちにも実はカーボン、スス自体は含まれてるんですけど、さっき言ったようにオイルミストがくっついてないんで、ドライなススだけなんで他に物がくっつかないんですよ。で、そこでリチャージさんは、先ほどの DPF にススがくっつくっていうのだけの話じゃなくて、もっと積極的にスス自体が発生しないよって言って考えて、リチャージさんが世に初めて考えついたのが、はい、これです。EGR 制限プレートなんですよね。で、EGR 制限プレート、今はね、模造品がたくさん出てますけど、これ本家本元、最初に考えたのはリチャージさんのヒデポンさんなんですよね。で、ここに取り付けると、まずここの流量減りますから、この発生するこのスス自体ももう少なくなるんですよね。で、こういうふうにこういう溜まるものが少なくなって、こういうふうなススの発生が少なくなりますよ。実はね、リチャージさんもう一つすごいことやってまして、ここにね、サイクロンアースっていうのをやってるんですね。で、これって流れてる空気って結構静電気を帯びるんです。静電気を帯びると、またこういうね、突起物にもっとどんどんやっぱ積極的に寄っていってくっついちゃうんですよ。そこでリチャージさんはいろいろ電気の流れを調べて、このピンペンのどこのボルトにアースをすればいいかっていうのをいろいろ研究して、一番最適なところにこれサイクロンアースっていうのを、くっつけて今販売してます。これディーゼル用としてもガソリン用としても。で、リチャージさんはいろいろその電気の流れっていうのを解析して、どこからどこの端子にやるのが一番効率よく静電気を流れて、こういう風なトラブルを防げるかっていうのを解析して終わってますので、電線自体もね、古川電工さんの非常に導電率のいい電線、網線に銀メッキをかけたもので、その太さもいろいろ解析をして、過剰ではなく不足ではなく、最適なサイズを選んで、どこからどこの端子に流せばいいよっていうのを解析して、このサイクロンアースっていうのをキットで売ってます。それは後で動画でお見せしますけども、こういうものを加えて、非常にね、先ほど言ったようにヒデポンさんのは、13万キロ超えてもほとんど、後で動画もお見せしますけど、まずパワーもダウンしてない。それどころか、カタログデータを超えるようなデータも出ちゃうし、後で見せますけど、実際のこの EGR クーラーの中もほとんど中が詰まってない状態が13万キロを超えても維持できている非常に優れたものになってます。はい、こちらに出してるのはね、スカイアクティブ 22D の、吸排気系統図ですね。不調になる原因は鶏が先か卵が先かっていう原因は、どちらがどっちだって言えないんですけど、例えば先ほどのススが多くなりました。これ EGR でどんどんもう一回リサイクルさせて、インテークマニホールドとかに帰ってくるんですよね。はい、これですね。で、はい、皆さんね、マップセンサーって聞いたことありますよね。これ、写真で見せるとこれです。見覚えありますよね。よくね、民からなんかでね、カーボンが爪楊枝でほじほじる、あれですよ、あれ。このマップセンサー、正確に言うと、吸気圧センサーナンバー2って言うんですけど、これすごく重要で、多少皆さんね、カーボンが詰まっても大丈夫だと思ってるじゃないですか。けどこれマップセンサーって圧力を拾って、これ年長、下吸圧とかの年長のコントロールをしてるんですね。はい、コントロールのね、系統図はこちらになります。はい、それでね、ここにびっしりついたとしても、動いてるからいいや。皆さんね、そういう風に高をくくってますけども、実際はセンサーの中にあるそのダイヤフラムの入る信号がやっぱり少し狂ってきて年長が来るんですよね。だからなおさらまた混合機がうまく軽油のね、吹き込む濃度が理想的にならずに、またススが増えてくる。こういう風に悪循環が増えて、どんどんススの量が増えていくんですよね。
ですから知らない間にパワーダウンしていく。これをねちゃんと掃除してやるときちんとねパワーも蘇りますよ。そういった意味では今ね皆さんが Do It Why でやられてる爪楊枝でなんかでねすすを取り去る洗浄も注意深くやっていただきたいのと、あとどうしても経年劣化でプラスチックの部分がセンサーを引き抜く際に折れたりしますので、やっぱりこれは定期的な交換っていうのをお勧めします。ディーゼルって壊れなく長く乗れるなんて大間違いですからね。でもね、こんな風に DPF が再生するだけで50馬力アップしてるんですよ。皆さんね、これに気づいてない方、このような、メンテナンス、しなくてもいいです。しなくてもいいですけど、これに気づいてる方、ね、こういう風に、5つの項目ありますけど、例えば吸気系のカーボン取り、これするだけでやっぱり30馬力以上、28% もアップするじゃないですか。はい、これ最初にもう一回見せますよ。吸気系の、リチャージさんのカーボン取りをやった結果ですよ。はい、そしてね、吸気系カーボン除去なんですが、今、リチャージさんが代表的にここに出しておりますが、実際にはそれ以外にも、ドライアイス洗浄などもあります。これ、成田オートさんなどがこれされてるんですけど、リチャージさんのね、やられてる方式っていうのは、耳かきすす落としプラス超音波洗浄なんですね。成田オートさんなどがやられてるドライアイス洗浄というのもこれも完璧に綺麗にできるんですけど、確かにリチャージさんがされてる耳かき洗浄というのは汚れの落とし具合ってやっぱり 80% から 90% なんですよね。けどそれでも開通すれば性能は 100% 戻るんですね。設備もね簡単に人力でやってますから、結局リチャージさんの方式って早い、安い、うまい、十分に性能は戻るっていうところなんで、非常にね低価格で皆さんの性能が戻ると思ってます。はい、そしてリチャージさんですす落とし作業を研修を受けた全国でね、それも松田系列も含めて研修済み店が増加中です。長野県ではカーベースさんで、香川県では観音寺松田さんなども今ねリチャージさんの技術を皆さんのところに持ち帰ってマツダユーザーをね高性能で長く乗ってもらうために今は尽力中です。そしてこれ大事ですよ。ここでの研修っていうのは、いや実はねヒデポンとこの作業内容実は大したことないんですよ。いや大したことないって言ったら失礼なんですけどここでの研修っていうのは何が大事かって言ったら、ヒデポンの情熱、そしてヒデポン社員の本当にね F1 のタイヤ交換のような素早いピット作業、これね各々個人が情熱を持ってやってるからこれできるんですね。その情熱を受け取るっていうのがこの研修の最大の目的ですからね、皆さんね気を引き締めてきてください。そしてね、長野のカーベースさん、YouTuber の大樹の DIY チャンネルでも皆さんご存知なんですが、これね大樹さんのところも楽しくやってるんですよ。で長野県でもねできましたので、こういう感じでね全国のショップさんリチャージさんで研修受け付けてますので、ぜひぜひねリチャージさんの門を叩いてみてください。はい、ですからね、こういう風にちゃんと5項目、このシリーズは、5つのバイブルシリーズとして5つの項目の動画を上げます。皆さんね、チャンネル登録をして、特にディーゼル乗りの方、保存版として時々見返して、メンテナンス周期が来たらぜひぜひやってみてください。はい、皆様チャンネル登録よろしくお願いします。Fuel flow on, engine start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices on and locked, beacon lights on, highway lights on, virginity, fuel flow on, engine start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices on and locked, beacon lights on, highway lights on, virginity, intact, expressway, this is Ford Mustang. Fuel flow on, engine start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices on, locked, beacon lights on, highway lights on, virginity, expressway, this is Ford Mustang 362. Fuel flow on, engine start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing.
power, 48 volts. Directional signal, check. RPM increasing, check. Navigational devices on and locked. Beacon lights on. Highway lights on. Rigidity, check. Express rate of support, Mustang grid.